スラム教の一夫多妻制制定の経緯。イントロダクション。イスラム教は、その教義と独自の社会制度が多様で、特にその一夫多妻制は西洋社会から見ると、非常に得意なものとされています。この制度がどのようにして生まれ、どのように進化してきたのかを理解するためには、単純にその規則を知るだけでは不十分です。この制度の成立背景、その社会的意義、そして現代におけるその影響について深く探ることが重要です。そこで今回は、ずんだもんと四国ネタンの対話形式による解説を通じて、その全体像を探っていきましょう。社会背景。一夫多妻制で、男性が一度に複数の女性と結婚できるのだ。その通りよ。ただ、この制度はただ単に男性が多くの女性と結婚できるというだけじゃなくて、ある特定の社会状況から生まれたものであることを理解することが大事よ。実はこの制度は7世紀のアラビア半島における特異な社会状況から生まれたものなの。当時は戦争が頻発して男性が戦闘で死んでいくことが多くて、その結果女性と子供たちが過剰になったの。男性が少なくて女性が多いというこの状況は、保護されない女性や孤児が増えて、当時の社会にとって大きな問題になったのよ。制度の制定。なるほど。だからその問題を解決するために一夫多妻制が生まれたのだな。そうよ。この制度は未亡人や孤児を保護するための社会的な仕組みとして導入されたの。ただ、男性が複数の女性と結婚するには、それぞれの女性を公平に扱って必要な生活費を全て出すことが求められたの。つまり、ただ複数の女性と結婚できるというだけじゃなくて、それに伴う責任も重大なものだったのよ。現代への影響。それって今でも続いてるのだ。実際のところ、今のイスラム社会でも一部でこの制度が実践されているの。ただ、女性の社会進出が進んで経済的に自立する女性が増えたから、今では必ずしも一夫多妻制が必要とされるわけではないの。それでも伝統や文化の一部として、一部の地域ではまだ実践されているところもあるのよ。まとめ。イスラム教の一夫多妻制は、7世紀のアラビア半島の特異な社会状況から生まれ、未亡人や孤児の保護を目的とした制度でした。現代では、女性の社会進出や経済的自立により、その必要性は薄れつつありますが、伝統や文化の一部として、一部の地域ではまだ実践されています。一夫多妻制が単に男性が複数の女性と結婚できるというだけでなく、その背後にある社会的な理由や目的、そしてその現代社会における影響を理解することで、イスラム教の社会的な側面をより深く理解する一助となることを願っています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。